はい、セリカさんです。今回は100均のダイソーで販売していたクリア仕様のディスプレイスタンドを紹介します。特に HG ライジングフリーダムを飾るのにちょうどいい商品で、アクションベースより値段も安いのでおすすめです。それでは早速見ていきましょう。この商品の中身はクリア仕様の台座1個とプラモを取り付ける支柱が2本入っています。この商品の110円版もあるのですが、そちらは台座1個と支柱が1本の内容でした。110円のディスプレイスタンドと220円のディスプレイスタンドを比較してみます。台座の色が違うだけで大きさや穴の位置は同じです。触った質感も同じなので同じ商品をクリア仕様にしただけのようです。ついでにクリア仕様のアクションベースと比較してみます。アクションベースは六角形でディスプレイスタンドは八角形なので形状が違っています。アクションベースの方が角が大きく出ているのでその分大きく見えますがほとんど同じ大きさです。支柱を固定する台座の穴の大きさは同じなので互換性があります。新作のアクションベースと言われたら信じてしまうくらい当たり前のように支柱を使い回せます。アクションベースやウェポンディスプレイの余っている支柱があればもったいないので使っちゃいましょう。次にディスプレイスタンドの支柱ですが、こちらは長い支柱と短い支柱が入っています。長い方は約16センチで短い方は約12センチでした。これだけの長さが違えば取り扱いやすさが変わるので取り付けるガンプラに合わせて選べるといいですね。ちなみに110円の商品と比較してみると長い支柱が同じ長さでした。台座と同じようにこれもただクリア仕様にしただけみたいです。支柱は針金のように曲げて位置調整をします。少し力が必要ですがその分保持力もしっかりとしています。自由度が高い点はアクションベースとは大きく違いますね。取り付け用アタッチメントはハサミ型と 3mm 軸の2種類です。先端のハサミを取ると 3mm 軸が出てきます。普通サイズの HG はほとんど 3mm 軸で固定なので必要十分な内容です。ここからはライジングフリーダムを飾るのにちょうどいい理由を解説していきます。今はアクションベース7で飾っているのですがシールドブーメランを射出しているように飾ると支柱が本体とシールドブーメランで2本必要になります。またシールドブーメランはハサミ型のアタッチメントで挟むようにして固定します。なので支柱が2本ついていてハサミ型のアタッチメントまで付属してさらに220円で買えるディスプレイスタンドはまさにぴったりです。ハサミ型のアタッチメントは厚さが薄いのでシールドブーメランの溝の奥までしっかりと入れて固定できます。アクションベースのハサミ型だと太くて溝の奥まで入らなかったのでむしろ保持力が上がりました。振り回すわけでもないと思うので飾るだけなら十分です。ライフリ本体も 3mm 軸で固定できるのでそのまま固定用の穴に入れるだけです。ここら辺はアクションベースの支柱と同じですね。飾った様子がこちらになります。このディスプレイスタンドだけでまとめて飾れるのですっきりします。アクションベースのように組み立ても必要ないのでこれを買ってくればすぐに使えます。支柱の自由度が高いので色々な角度でガンプラを固定することができます。映像のように角度をつけてシールドブーメランが飛んでいるように見せることもできます。アクションベースだとほぼ水平にしかできないのでこの点でも優れています。頑張ればライフリ自体も逆さにすることができます。ただ羽を広げると地面に干渉するので台座の下に何かを置いて高さを稼がないといけないです。こんな風に色々と遊べるので自分の好きなポージングをさせやすいのがいいですね。この後は同時に2体のガンプラを飾れるのか気になったので試してみます。ガンプラを2体同時に飾るのですが HG、MG、RG のガンプラを用意しました。以前に110円のディスプレイスタンドを紹介した動画の時に使ったガンプラたちです。こちらの動画もコメント欄に載せておくので気になったらご視聴お願いします。まずは初代ガンダムと V2 アサルトバスターの HG 同士を飾ってみます。どちらも 3mm 軸で固定できるので簡単に取り付けできます。参考程度ですが各ガンプラの重さは画面に表示しておきます。特に問題なく普通に飾ることができました。長さが違うので高さは変わりますがこれくらいの大きさの HG なら細かいことは気にしないで使えます。支柱を曲げても台座がひっくり返ることもなかったので好きなようにポージングできますね。次に片方の支柱に RG サザビーを取り付けてみます。RG サザビーの固定方法は 3mm 軸ではないのでアクションベースの変換用アタッチメントを使って固定します。 RG や MG は固定方法が色々あるのでこのディスプレイスタンドだけだと飾れない場合が多いと思います。条件を厳しくするために重いサザビーを長い支柱の方に取り付けました。お互いのガンプラを垂直にした場合は台座はひっくり返らなかったです。ただ振動とか横から力が加えられたらひっくり返りそうな感じです。次に支柱を曲げてみましたがさすがにサザビーの方に倒れるようになりました。台座を連結させて大きくすれば耐えるかもしれませんがディスプレイスタンド一つだけだと安定しないですね。次に初代ガンダムを RG ニューガンダムに取り替えてみます。 RG ニューガンダムは背中の固定用のアタッチメントがあるのですがかなり太い軸を入れるようになっています。なので 3mm 軸のアタッチメントを外して支柱の先端を入れてみました。狙って作ってあるのかと思うぐらいちょうどいい太さでしっかりと
固定できます。2体とも取り付けてみましたが、今まで通り垂直なら問題なく飾れます。ただお互いが大きいので正面に向けて飾ることはできなかったです。ニューガンダムは短い支柱に取り付けましたが、支柱をまっすぐ伸ばしてギリギリ宙に浮いている状態なので、ちょっとでも支柱を曲げたら足が地面につきます。ニューガンダム側の支柱は曲げることができないので、サザビーの支柱だけ曲げてみました。倒れることなく維持できたので、重さのバランスを取れば RG でも使えます。ただガンプラの大きさによってはポージングや正面に向けて飾ることはできないので、素直に110円のディスプレイベースを2個買った方がいいかもしれないです。こんな風に睨み合う感じで飾るなら1個の台座で収まるのでちょうどいいかもしれないです。支柱がもう少し長ければポージングもできそうなので、別売りで支柱だけ販売してほしいです。それにしてもこの2体を並べると144分の1サイズなのにやっぱりでかいですね。次にマスターグレードバルバトスを飾ってみます。バルバトスに合うアタッチメントがなかったので、ハサミ型のアタッチメントでお腹を掴んで固定します。もともとこのサイズは対応外の大きさなので、このように無理やりやるしかなさそうです。初代ガンダムとバルバトスを並べてみましたが、長い支柱で取り付けたバルバトスの片足が地面についちゃってます。支柱をちゃんとまっすぐにすれば宙に浮かせられそうですが、結構難しいです。こんな状態なので、もちろん台座がひっくり返ることはありません。初代ガンダムの支柱しか曲げることができないので、そっちを曲げてみましたが、びくともしませんでした。短い支柱に合うマスターグレードガンプラがなかったので、2体並べて確認することはできませんでした。マスターグレードを1体飾るだけなら長い支柱を使って飾ることができますが、素直にアクションベースを使った方がいいです。ここまで見てくれてありがとうございました。220円で色々な飾り方が楽しめるので、ガンプラに合わせて購入してください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。